皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はパリオリンピックについてです。このチャンネルでは政治や軍事の話ばかりをしているので、パリオリンピックについて取り上げるときも、一般的な話題の取り上げ方とはちょっと違う視点でのお話をしようと思います。というのも、日本国内においては何かと日本を侮辱したり批判したりすることを生きがいとしているような人たちがいます。その人たちは日本を下げると同時に、欧米は素晴らしいといったような基本的な考えを持っていることが多く見られます。しかし、物事には常に良い面と悪い面が同時に存在するもので、このような偏った考え方というのは時に本質からかなりずれているものです。例えば今回のオリンピックの場合であれば、東京オリンピックにおいては札幌でマラソンが行われた。東京が会場なのに札幌で行うなんかまともな考えじゃないみたいな批判をする人たちがいました。では今回のパリオリンピックでは会場が離れたところはないかといえばそうではありません。日本とは桁違いの距離、遠い場所での会場もあります。例えば今回サーフィンの会場はフランス領ポリネシア、タヒチで行われます。これはパリとタヒチの間における距離は15,700キロ。日本列島のその南北よりもさらに遠い距離で会場があります。また、日本の開会式についてもやたらと低評価をする人たちがいて、それらの人たちは一般的に今回のパリオリンピックの開会式を高評価しています。しかしこれも日本に対する偏見がかなりあって、海外においても今回のパリオリンピックの開会式には問題点があります。それは行き過ぎた LGBT 推しであったり、もしくはフランスという国で行われるオリンピックであるにもかかわらず、アメリカのスーパースターを要所で起用するなど、自国文化を大事にしない商業主義の汚染といったことも指摘されています。例えば日本で行われるオリンピックだから、日本の文化を前面に押し出そうとして、なるべく日本人を起用するというのは、基本的な考え方としてこれは素晴らしいことです。しかし、世界的に有名な日本人だけではどうしても構成することができませんから、日本人でも知らないような人といったものはどうしても起用されるわけです。ところが今回フランスではそのように、フランス人なら知ってるんだけど世界では知られないみたいな形ではなく、もう全世界で通用するようなスーパースターをアメリカから採用すればいいじゃないかといった形で、レディー・ガガやセリーヌ・ディオンが起用されているわけです。特に開会式の最後を飾ったセリーヌ・ディオンは近年難病に悩まされ、歌手活動を休まざるを得ませんでした。療養明けといったところからの復活劇といったわけで、世界的にも注目される場面ではありました。しかしそれが果たしてパリオリンピックというパリの素晴らしさを伝える内容であったかといえばそれは違うでしょう。また、今回のパリオリンピックに際しては、パリもしくはフランスの良い点を殺している面があります。例えば、美食大国フランスというこの名は、今回のパリオリンピックに関しては全く機能していません。そのことを象徴しているのが、イギリスの選手団がフランス料理に関して非常に問題を抱えていて、わざわざイギリスから専属シェフを呼ばなければならないといったニュースが流れています。この話題何が問題かといえば、もともとイギリスとフランスとの間における文化的な摩擦といったものは大きいわけですが、しかし少なくとも料理の味に関してはフランスの方がはるかに高評価で、一方においてイギリスは国際的にもかなりの低評価な国です。そのイギリスからわざわざ用意されている食事の質が低すぎるとして不満が出ているわけですから、これがかなりの信憑性の高さです。そしてイギリス以外の国々からの選手団からも今回の選手村の料理提供には味や量の問題が指摘されています。少なくとも日本で行われたオリンピックにおいては料理は非常に高評価を受けていました。ただし、いつでも美味しい料理を大量に用意していたことから、食品廃棄物の問題は発生していました。しかし、選手を一番に考えた場合においては、残念ながらある程度の量が余るのは仕方がなかったことでしょう。また、選手を一番にするかどうかといった考え方は、今回非常に大きな問題になっています。今回開会式が行われた会場はセーヌ川でした。そしてそのセーヌ川はトライアスロンなどの野外で泳ぐ際の会場の一つともなっています。大都市圏の河川といったものはどうしても汚れがちなものです。生活排水が流れ込むことも多いですし、またヨーロッパの川の場合だと日本よりも非常に長い流域があり、水の汚染は
どうしても深刻化しやすいものです。しかし、パリで行われる以上、このセーヌ川を使わない手はないとして、フランスは積極的に河川の浄化運動を務めてきました。しかし、それでもなお、問題解決とはいきませんでした。パリ市長が大会前に自ら泳いで、セーヌ川きれいになりましたよ、これなら、選手たちも問題なく泳げますといったアピールをしていました。しかし、日本の各社報道においては、大腸菌がどれくらい検出されるかといったことを目安として、セーヌ川はとても汚れていることを伝えています。例えば、日本の汚れている川の一つとして知られていた道頓堀の大腸菌の数と比べると、セーヌ川はおおよそ4倍汚れているとされています。選手を一番に考えるのであれば、わざわざセーヌ川ではなくて、フランスのもっと都市から離れた綺麗な川を使えばよかっただけの話です。動画の最初の方で述べましたが、サーフィンの場合であれば15,700キロという非常に離れた場所での会場もあるのです。フランス国内で綺麗な川を選ぶことに何の反対が出るのでしょう。また同じように、果たしてそれは選手のことを考えているのかと指摘されているのが選手村における空調設備です。ヨーロッパはもともと日本人の感覚よりももっと北にあって、北海道と同じぐらい北の位置にあります。ですから、夏であっても日本よりはマシな温度と言われていて、長い間エアコンは普及していませんでした。しかし、近年の気候変動に伴って猛烈な暑さになることも多くなりました。今回選手村では、建物の壁の中にパイプを走らせて、ある程度の水冷といったものを試しているようです。しかし、その効果としては、外気温と比べてマイナス5度程度、つまり、外が35度なら、部屋の中は30度ぐらいといった形で、日中の暑さ対策としては不十分ではないかと指摘されています。そのため、お金のある国の選手団では、スポットクーラーや簡易エアコンを設置するなどして対応しているそうです。一方で、そうしたお金の工面が難しい国などでは、競技場不利な体調管理となります。これも、フランスとしては、自然環境に配慮した大会ですよということをアピールするための選手への犠牲を強いる行為だと私は思います。しかし、ヨーロッパは素晴らしい、日本は悪いというような考え方をしている人たちの中には、このようなフランスのやり方に対して、なんて素晴らしい環境対応だみたいな形で彼らを称賛しています。といった具合にして、オリンピックについてのあれこれをお話ししてきましたが、ここで大事なのは、盲目的に海外の国が良くて、常に日本が全面的に全て劣っているといった考え方は非常に極端で事実をねじ曲げることが多いです。一つ一つの出来事についてなるべくフラットなものの見方をすることが非常に重要だと私は思います。また、こうした話をしてきたその前提としては、みんながオリンピックを見ている前提での話をしましたが、もちろんこれもまた実は偏った見方で、スポーツ全般を見ない人、興味がない人もいますし、また特定の競技が好きなのであってオリンピックは好きではないといった人も当然いるでしょう。人によって好き嫌いがありますから、みんながみんなオリンピックを見ていると思うなといった声も、これもまた一つの見方として尊重しなければならない意見だというのは押さえておくべきポイントでしょう。じゃあ私個人がどうしているかといえば、私自身はスポーツを見るのが好きです。スポーツをするのは苦手なのですが、しかし見るのであれば、オリンピック、ワールドカップ、ウィンブルドンテニス、世界陸上、中継されている番組は結構 BGM 代わりでつけっぱなしにしていることも多いです。そして日本を応援してはいますが、だからといって日本だけを応援するわけでもありません。それぞれの競技においてまさに最高峰の戦いが行われているのであれば、それが別に日本人でなくてもそのスポーツの魅力は十分見応えのあるものです。そうやって様々な競技を見ていると思うのは、審判が非常に重要だということです。例えば柔道の試合が開幕序盤から次々と行われていて、日本人選手が次々とメダルを獲得する展開になります。それはいつのオリンピックにおいてもそうなのですが、審判というのは人間で、それだけに誤審といったものが発生します。日本人選手が不当だなと思えるような判定を受けることもあるのですが、同じように日本人と戦っている相手国の選手に対しても不当な判断が下されることもあります。最近では様々な競技にビデオ判定が導入されつつあります。審判が見逃してしまった、もしくは審判にアドバイスをするような形でもビデオ判定もあれば、もしくは選手自身がこれはチェックしてほしいと願う出る方式もあります。柔道の場合であれば、
選手自身が、いや、これはおかしいでしょうと思った時に、ビデオ判定を求める権利を、1試合に1回ずつ程度は最低限与えるべきではないでしょうか。また、そうした個人競技における審判の判定に問題がありそうなところでは、積極的にこうした新しい技術を導入し、より公平で納得のいくような試合結果といったものを担保すべきでしょう。競技そのものとは関係のないところで勝負が左右されてしまうというのは私は理不尽だと思います。というわけで今回は国際政治や軍事の話ばかりしているこのチャンネルの場合だとオリンピックについてどのように見ているかについてのお話をしました。オリンピックを見ている方、見ていない方それぞれあるとは思いますが、同時にオリンピックをどう楽しんでいるか、どう批判の材料にしているかなど、その周りの人たちもどう動いているかを見ると、それはそれでちょっと面白いものかもしれません。人間観察というのは実はそれはそれで一つのジャンルとして成り立っているのです。というわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、これからもこのチャンネルで私の話を聞いてくれると嬉しいです。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。